平日の昼間でないとできない用事がいくつかあったので、今日は休みを取っています。思っていたよりも用事がスムーズに終わって、気づけばまだお昼前です。せっかくの平日休みなので、午後は気になっていた場所を巡りながら、のんびりと自分の時間を楽しもうと思います。東京駅は新幹線や電車の乗り換えで訪れることが多いのですが、だいたい時間に追われていて、ゆっくりする時間はあまりありません。でも時間に余裕があるときは、この赤レンガの駅舎を眺めたくなって、今日も見に来てしまいました。7月に入ってもしばらく涼しい日が続いていたのですが、今日はようやく夏の訪れを感じる夏日です。東京駅にやってきた理由は、細田守の原点展に来るためです。細田守監督の作品が本当に大好きで、時をかける少女、サマーウォーズ、狼子供の雨と雪はもう何度見たかわからないくらい繰り返し見ています。今日は一人なので、誰にも気を使わず、好きなだけ立ち止まって、好きなだけこの世界観に浸ってきます。It was a dark night, but there just happened to be just enough glow from the street light hitting your face just right, letting me see how you could not hide what we both did and say. Our eyes were both asking, did you feel it too? How the ocean just moved when you looked my way. So where we go, where you won't need a suitcase, baby, right now. Why don't you lie down for a minute before you just leave town? I'm gonna make you make the sweetest of sounds. I want you. Let your voice be my percussion and your body the sound. Let your voice be my percussion and your body the sound. And baby, if you would leave, I'd be so blue. The only version of me I like is when I'm next to you. You took my hand, I felt my heartbeat rising. I slowed you down, saying, don't go. The way I wanted you was so surprising. You looked back and said, I know. Said where we're going, you won't need a suitcase, baby, right now. Why don't you lie down for a minute before you just leave town? I'm gonna make you make the sweetest of sounds. I want you.
細田守の原点展、大満足でした。一つ一つの展示をじっくり見ていたら、あっという間に時間が過ぎていました。監督の生い立ちや人気監督になるまでの苦悩や努力を知ることができたのもとても印象的でした。何度も何度も見ている作品ですが、制作の裏側を知ることで映画を見るだけでは気づけなかった細かなこだわりを知ることができました。また映画を見たいなと思わせてくれる、そんな展示でした。今日はずっと読むのを楽しみにしていたミクさんの一人で旅するフィンランドを家から持ってきました。フィンランドにはまだ行ったことはないのですが、情景が鮮明に浮かぶ文章にページをめくるたびにワクワクしていました。When you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was fun, but I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good.今夜は大好きな焼肉屋さんにやってきました。普段食事は友達と来ることが多いのですが、気に入ったお店は時々一人でも訪れてしまいます。美味しい料理を目当てに来ているはずなのに、友達と来ると気づけば話に夢中になってしまいます。でも一人だと視線の先にあるのはお肉だけです。じっと焼き加減を見極めて一番美味しいタイミングでいただきます。一口ずつお肉を噛みしめて食べていると、味や香りに自然と意識が向くせいか、いつもより美味しさを鮮明に感じられる気がしました。
焼肉について前からずっと思っていることがあります。それは誰が最初はタンという流れを作ったんでしょうか。もちろんタンは大好きなのですが、好きなものを最後に食べたい派としては毎回この流れに少しだけ葛藤してしまいます。海苔冷麺で締めようと思います。ここの海苔冷麺は本当に美味しくって毎回頼んでしまいます。ハーフサイズにするか少し迷いましたが、今日はフルサイズを一人で堪能しようと思います。平日に休みを取ってやるべきことを終えて好きな場所へ行って好きなものを食べて好きな時間を過ごす。たまにはこんな贅沢な平日もいいなと思いました。今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それでは次の動画まで。まったねー。